Willkommen zu Kanas Kulturaustausch。はい、こんにちは。こちらはドイツから配信している文化交流チャンネルです。私はアナスタシアです。私はドイツでフリーランサーをしているカナです。ドイツと日本の買い物文化の違いについて今日は話していきたいと思います。はい、ナスティも日本に行ったことがあって日本で生活したことがあるんだよね。はい、だからその時ちょっとだけ旅行でした。だから毎日毎週スーパーに行くのは違います。そうだね。だから普通の生活じゃなかったです。でも時々スーパーに行きました。よくコンビニに行きました。ね、コンビニすごい毎日コンビニに行っておにぎりを買いました。やっぱ日本のおにぎり好きですか？とても好きです。完璧なスナックです。はい。そうね。はい。何味が好きですか？おにぎり。私はツナマヨ。ツナマヨが好きです。作ってあげるよ。はい。ツナマヨ。そう。ツナね。ツナ。はい。ツナです。川田さんは？私もツナマヨ好き。おこわ系のやつとかも好きだし。梅干し食べたことある？梅干し。はい、あります。これはちょっと特別です。でも梅は、はい、とてもしょっぱい梅もよくあります。日本にはね。そう。私はちょっと難しいです。その味はあまり慣れていません。でも時々食べました。皆さんどんなおにぎりが好きですか？はい、コメント欄で教えてください。そうか、コンビニがまずドイツにはないよね。そう、コンビニは例えば温かいお茶があることは素晴らしいと思います。私長野に行った時に毎日温かい朝の時に温かいお茶を買って飲んで幸せでした。ドイツは温かい飲み物ないもんね、思えば。ないですね。スーパーでは温かいはないね。冷たいコールドはあっても。私仕事が遅くなること多いんですよ。だいたいまずスーパー閉まってるし、もう空いてるとこってファーストフードしかないんだよね。マクドナルドとかで。でも東京にはラーメンのお店も遅く時間で開いてますね。日本は別にファーストフードじゃなくてもいっぱい空いてる。特にラーメンはだいたいみんなお酒飲んだ後に食べたくなる人多いんですよ。とてもいいです。そのラーメンは。ラーメン好きですか？とても好きです。じゃあドイツには高いです。あるけど高いですね。お酒を飲んだ後に空いてないそのお店は。そう、空いてないし。単純にスーパーがやっぱり日本のスーパーと違うんですよね。スーパーにもよるんですけど結構多いのがゲートみたいなのがあるじゃないかって、で入り口と出口が違うっていうスーパーが多い、ドイツ、あれが最初戸惑った。初めてゲートがあるスーパー入った時に入っていいのか分からなくて、もしかして会員制なのかなとかちょっと立ち止まってそう入っていく人を様子見てて、日本にはないでそのゲートは。見たことないですね。どうですか？見たことないですけど。でもわかります。時々ちょっと遅いですそのゲートは。だからちょっとゲート引っかかることあるよね。とか開いてくれないことあるよね、たまにね。あって開かないみたいな。なるほどな。決まってるね。押していいんだ。出る時に必ずレジを通過しないと出口のゲートにはたどり着けなくて、だからもう強制的に何かを買わなきゃいけないと思ってたんですよ。はい、そうです。だから何か買わないと出られないと思って買いたいものがないけどじゃあガム買おうかなって水買おうかなって買い物して出てた。私もそう好きじゃないです。普通に出ても大丈夫なんだよね。はい、大丈夫ですけどちょっと変な気持ちです。そう気まずいよね。レジをスーって言って。だってここにレジの人座ってるのにさ、いつも狭いですね。そう狭い。みんな並んでいます。ちょっとあんまり
一人しか入れないようにできてるよね。だからちょっと恥ずかしいです。そう恥ずかしいね。そう何も買わずに出ていくの恥ずかしい。そうそれがまあちょっと焦った。はい。わかります。あともう日本と全然違うのがスーパーでレジ通す人の速さが半端なく速い。コンベヤー私もザッ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 ちょっと汗が出ます。とっても忙しいです。そのレジで。そうレジ。はい。ドイツのすいませんちょっと待ってください。そうとっても大変なことになるね。レジ。とにかくどんどんレジの人が回すから。先に自分より前に買い物してた人の商品と混ざることがあるんですよね。ちょっと会話しますね。そうちょっと隣の人と会話しながらこれ渡るのってあれちょっと大変ですね。あんまりリラックスじゃないです。そうでもね私引っ越してから、フランクフルト以外のとこに住んだの初めてなんだけど、去年から、そこは小さな町なんですよ、田舎の方っていうか、山の奥のそこのレジの人はゆっくりお客さんもゆっくりだし、そんなにフランクフルトみたいに混雑しないから、レジの人がこう手渡ししてくれる人もいる、そういうとこだから全然フランクフルト喋りますかその人は。ちょっとだけたまにハローってそうね。そう多分ちょっと時間によります。例えば夜の時にいつも誰もちょっと買い物しますだから、そうちょっと難しいです。もちろん私もあんまり待つことが好きじゃないです。だから早いことはいいと思います。普通にシャンパンとかもガラガラガラってするしね、フランクフルトだとね。そうですね。それでそう開けれないシャンパン買ったけど開けれないそういうことはあった。そうね。他にじゃあありますか？日本で。初めての日本で、見たのはその自動レジでした。今、ドイツにもありますけど、あんまり多分よく機能しません。ドイツには万引きが多いですから。そうですか。私はちょっとレジで働いた人と喋ってこれはちょっと難しいと言いました。その万引きが多いです。日本は多分ちょっと違いますね。どうですかないです。いやでも万引きもありますよ。もちろん日本でも。ドイツほどじゃないんだろうね。便利なことでその自動レジは、でも時々人は払いません。これはもちろん良くないです。スーパーのため。今ドイツにもありますけど、多分完璧なシステムじゃないです。ドイツには。でも日本で見てすごいだと思ってました。そうですか。私はそのピークをすることがあるんです。だからわかるかも。わかるかも。私もバーコードね楽しいかも確かに。好き。ゆっくりするのは楽しいです。私もスーパーの延長線があったスーパーとかでやっぱ驚くの、これ多分日本じゃ絶対ありえないぞっていう話、レジに行列ができた時、たまにそのレジの人が他のレジを開けてくれて何番にも入りますって言ったらみんなはあれ多分これが日本と全然違うと思ったのが、日本だったら、例えばね20人いたとするよ、20人が20人同じ反応すると思うんだけど、列の最初にいる人ほどやっぱいっぱい待ってるじゃない、たくさん時間使って待ってきたじゃない、その人が優先的に新しいレジに行くと思うの、日本なら。で周りにいる人が見てるから誰が一番待ってるかってね譲ると思うの、日本だったらね。ドイツはみんなちょっとレースみたいラッキー走りますよっしゃー今
朝来たばかりの人が容赦なく「やったー!」っていう感じ。これがいつも信じられない。最初信じられなかった。びっくりした。って思って。そう。他の人を使いません。そう。気を使わないのね、他の人。ではそうあまり優しくないですね。ね。でもね、たまにあるのが。一緒にいた近くにいた人に「どうぞ」って言ったら、この人も「いえいえどうぞ」って言ってくれることがある。でも基本みんな先に割が先っていくよね。今そう例えばガムだけ買う買い物かごいっぱいに買ってる人の横に例えばガム1個だけとか水1個だけって人がいたら自分これだけだから先通してって言って去って前に行く人がいる。でその時に大体カゴいっぱい持ってる人は「いいよ」って言って優しいなってそれはもうもしくは向こうから言ってくれることもあるんだよね。私が水とパンだけ持ってたりしたら、前にいる人が先行っていいよって言ってくれて、ありがとうございます。はい、そうですね。そうもうそうします。そうだから時々優しいです。話せばわかる人。ドイツ人は話せばわかるんだよね。交渉できるんだよね。先に行っていいかって言ったから私もたまに言うようになった。昔は絶対なかったけど行っていいですかっつって。それは日本人も怖い。ありがとう。多分そんな人いたら怖いよ日本で多分。先行かせ。楽しいです。ドイツで買い物するのはそうねちょっとスポーツみたいですけど楽しいです。でも私ねその列の順番抜かし、最初は運フェアって思ったんだけど、よくよく考えるとそうでもないんですよ。一番前の方にいる人たちってどの道すぐ自分の番が来るじゃない、ちょうど半分にポキンって折れて列がこう分けられるから実際あんまり損しないと思うんだよね。あんまり分かります、はい、でも走るのは別のことです。たまに走る人いるよね、本当にね。よく人はって自分って